じゃあ頑張ります。はい。頑張ってね。いってらっしゃい。お留守番よろしくお願いします。はい、任せてください。このお留守番お願いね。できるもんね、本当にね。仲良くね。じゃあ行きましょう。はい。行ってきます。仲良くね。はい。バイバイってほら。りーちゃん。行ってくるね。みんな心配そうに俺見てるよ。頑張ってくるね。じゃあ行こうかね、りーちゃんね。気持ちは安定してそうや。案内表示に従ってご入場ください。はい。ただいま。お疲れ様。キャンキャン泣いてたね。ねえ。ね、説明してる時ね。説明してる時先生がね。先生がね説明してる時。ちょっと嬉しかったよ。ね、嬉しかったね、なんかね。寂しい。寂しいって泣くんだねって。やっぱり2時間ぐらい預けたからね、やっぱり寂しくなったんだろうね。声が聞こえた瞬間から泣いてる。はい、そうそうそう。じゃあお疲れさん。お疲れだったね。本当たくさん検査したね。たくさん検査して、まあ僕らがね、望んでたような形にはなりませんでしたけども、ね、まあでも分かりやすかった。非常になんか、分かりやすい。これちょっとね、まあ今から帰ってまた説明しますけど、とりあえずまあ鹿児島に帰りましょう。帰りましょう。あ、鹿児島、宮崎に帰りましょう。あ、宮崎でしたね。僕らも宮崎でした。鹿児島出身なんでね。鹿児島に帰りましょう。今鹿児島にいますが。はい、じゃありーちゃん宮崎に帰りましょう。宮崎に帰りましょう。ね。近いけどね。開いてないんだ。よいしょ。すごい引っ張るんだけど。すごいね。わかるね。分かってるんだね。分かってるね。初めてなのに。はい、いってらっしゃい。はい。いってらっしゃい。どう？りーちゃんで、そういいねりーちゃんで、りーちゃん追っかけるよ。りーちゃん追っかけるよ。ほら、おいで、そう。りーちゃんね、はい、そう。りーちゃん。りーちゃんで、りーちゃん、そう、こっち、りーちゃんこっち、はい、りーちゃんこっち、おいで、はい。ゆでー、そう。そう。楽しそう。じゃあ帰ろうか。帰ろう。まあ走ったね。まあ走ったね。まあ走った。やっぱりみんながいた方がいいね。そうね。全然違うね。すごいね。吠えてますね。りーちゃん。すごい吠えてるよ。いいんじゃん。あ、お願いします。ただいま。りーちゃん。りーちゃん大丈夫かな。りーちゃんすごいジャンプしてたもん。どうでしたか。ママ的には。まあ食べられるものはなかった、けど納得のいく説明を得られて
そうね、私はすっきりはしたね。もやもや感はすっきりした。で今日りゅうちゃんは、いろんな検査をしました。血液検査、エコー検査、そして便の検査ですね。レントゲン。レントゲンも取りました。甲状腺。甲状腺の検査もしました。あらゆる検査をしました。で、血液検査ももう全てエコー検査も内臓も異常はありませんでした。ただ一つカンピロバクターという螺旋菌がお腹の中にいました。これが今までほら下痢を起こしてた原因のもの。ブリーダーさんの時に環境が悪いとそのカンピロバクターっていうお腹の病気、お腹の病気で菌がいるんですけど、でこれは薬で治していきます。でアレルギーの原因、内臓はもう全然大丈夫、血液も大丈夫、体は全然大丈夫なんですけど、アレルギーの話に入っていくと、食べられるものはもうないです、はっきり言って。りゅうちゃんが食べられる食べ物は日本ではこのロイヤルカナンのアミノペプチドと、ヒルズっていうご飯の ZD だったかな、そこの2種類だけと言われました。ワンちゃんって雑食なんですけど、人間と一緒で、だけど野菜ってあんまり消化できないんですよね。で野菜食べてもあんまり意味ないと言われてて、で今キャベツを食べさせて、下痢が出るからキャベツを食べさせて、ただキャベツを食べさせることによって下痢なものをちょっと固まらせてるだけだと言われてたんですね。でキャベツを野菜を毎日食べさせるとやっぱり病気のリスクが高くなるし、結石になったりとか、だからもう、キャベツはもう一切やめてくださいと言われました。なので今日からキャベツは食べさせません。で実際ねそのね症状が出てたんだよね。もちろんりゅうちゃん野菜系もダメなんで、かゆがるっていう現象もあったんですけど、りゅうちゃんだけじゃなくてみんなもちょっとガスが溜まってる。そう、おならがね結構多かったんだよね。そう、おならがねすごく異常にね出始めたんだよね。今までしたことのない子たちがね、そうプップしてきて。でやっぱり消化ができないので、あんまり野菜をたくさん取り続けると良くない。この子たちは何をメインに食べるのかって言ったらタンパク質、肉とか魚とかに入ってる、タンパク質なんですけど、アレルギーの子っていうのはそのタンパク質が体内に入ってきた時に、アレルギーの子っていうのはそれ異常な反応を示して、かゆみが出たりとか、炎症を起こしたりとかして、毛がなくなっていくんですね。こんな感じで、これは左右対称なくなっていくんですけど、これが食物アレルギーの、その典型的な形だと言われたんですけどね、免疫の異常反応なんだけどアレルギーっていうのは、でそれでこうやって毛が抜ける、自分で痒くて噛むことも毛を抜くこともあるんですけど、炎症によって毛が抜けていくと、っていう現象が見られるということです。で僕らってほら今までさ鳥は大丈夫、サーモンは大丈夫みたいな感じで言われてきたじゃん。でそれは誕生日とか、には与えたわけじゃん、特別な日だからね。でそれが良くなかったっていうのがもろにタンパク質を取ってるわけだから、それがちょっとひどくなってきたかなっていうのもありながら、そこでキャベツを食べさせたりとかして、対処はしてたんですけど、それも全て良くなかったと、対処の仕方はね。だから結局かゆがってしまったっていうのはそういうことで、タンパク質をもろに入れてしまうと反応を起こしちゃうので、あらゆる自然なもののタンパク質を含んだものは絶対に与えてはいけないと言われました。でこのアミノペプチド、ロイヤルカナンのアミノペプチドはそのタンパク質を分解した成分がいっぱい入ってる、分けて入っているのでアレルギー反応を起こさないと。で実際ほらアミノペプチドを食べさせた時期があって、その時にりゅうちゃんがかゆがったから
僕らはほら病院に行って、うんアミノペプチドでかゆみが出たのでってサーモンのもう一個のサーモンのご飯の方に変えようっていう話になったんですけど、これアミノペプチドが原因じゃなくて、多分鳥は食べられるっていうので、まあ誕生日とか大分とかで食べさせたじゃん。あれが原因だったと。まあそういう意味では非常に分かりやすい。まあタンパク質をもう自分の体内に入れるとダメなので、りゅうちゃんは。だからタンパク質を分解したフード、このロイヤルカナのアミノペプチドっていうのをもう与えるしかないと。もちろんアレルギーの子でもさ、それは個体差がその症状がいっぱいそれぞれあるので、まありゅうちゃんはかなり重い方なので、まあ2種類しか食べるものがないんですけど、それはまあ軽いねワンちゃんだったら市販のアレルギーの食べ物でも多分いけると思うんですよね。でまありゅうちゃんの場合は結構重いので、まあ2種類しかないと今のところ日本には。なのでまあとりあえずこのアミノペプチドでまあ2ヶ月から3ヶ月試していって、でこれがうまくいけばもうこれでずっといくっていう感じですね。そうだね。ね、僕らがも望んでたものとはちょっと違ったので、えっと思ったんですけど、やっぱり話を聞いて、聞けば聞くほどなんていうのかな腑に落ちるっていうか、まあ確かにねっていう、まあ先生がおっしゃるのはどっちがこの子にとって幸せですかっていうやっぱ選択肢、そうだね。やっぱり食べて全身が痒くなるのってどうですかっていうね、まあ飼い主さんの気持ちはわかると。そう。それはわかるけど、でも美味しいものまあねいろんなものを与えるとやっぱり全身痒くなってしまうっていうね。りゅうちゃんが苦しむんだよね。苦しむだけだよって。だからまあ今ね普通のご飯食べてるけどすごく喜んで食べてるわけだから、まあそういうふうにね、まあ複雑よもちろん複雑だけどまあそういうふうに持っていくしかない。でまだそれも分かんないんだけどこれがこのご飯が合うかは分かんないんですけど、23ヶ月与え続けないとね。でもしそれでもこれを23ヶ月与えてもダメだった場合は、おそらくアトピーだと。アトピーというのはまたアレルギーとはまたちょっと違って、やっぱり強い薬を飲みながらね飲ませながらこう、じゃないと無理なのでやっぱり皮膚のなんていうのかなバリア機能がもうなくなってる状態なので、いろんな免疫力がもうないみたいな感じになっちゃうんでね。だからまあそこで食べ続けさせないと分かんないですけど、とりあえず今のところはまあ炎症もそこまで深刻ではないと言われてるので、まあこれをね最初はねかわいそうだなと思いました。まあ僕らもね食べられないんだ、いろんなもの食べられないんだと思ったんですけど、でもどっちが龍にとって幸せなのかなってやっぱり考えた時にやっぱりね食べられるものをね食べた方がやっぱり幸せだよね。やっぱり食べてねいや辛い思いするよりかはね。皮膚がジュクジュクなるのもねっていうのもありながら。かゆみっていうのは本当辛いよね。辛いからね。まありゅうちゃんにとってはまあその手作りご飯とかも持ってるほかで、まあ栄養バランスも無理なので、無理だしやっぱ食べられるものもないので、まあありえないという感じですね。ね食べられるものは限られてもさ、りゅうちゃんを幸せにすることができるわけだしね。もう頭使えば人間がね、僕らが頭使えばできるわけだし。まあね人生もそうだし県生も食べることだけがあれじゃないしね。でも食べるのもすごく喜んでるからね、今はまだ幸せだと感じてると思うし、なんか今回見てもらって食べられるものがありませんない増えなかったっていうもあるけど、なんか私の中ではすごいなんかすっきりしてなんか前向きな感じになった。もう現実は受け止めようと、じゃあそれ以外でなんかできることはないかっていうのをねやっぱりね考えていくしかないわけだから、
まあそういうふうにやっぱり考えていこうかなと思っております。まあやっぱりアレルギーっていうのはねやっぱ難しいよね。人間もそうやけど、ママもそうじゃん。ママもアレルギー持ってて、まあ、大変な思いしてるわけで。やっぱりこういう季節が出てくる。そうみんなかわいそうじゃないしね、りゅうちゃんかわいそうじゃない。みんなもかわいそうじゃないよね。みんなもかわいそうじゃない。みんなしっかりね本当に前向いて生きてるので、毎日ね楽しんで生きとるわけだから、まあそういうふうな見方はしてほしくないし、誰一人ともかわいそうじゃないし、そう、かわいそうって、思われたくない、言われたくない、なんていうのかな、そうだよ。だってそれは自分もそうだけどかわいそうって言われるのも嫌だったし、そういうすごいジュクジュクの時とかね、アトピーもあるからね、すごいひどい時はそれで言われるの嫌だ、嫌だね。やっぱりそういうのはやっぱり嫌な気持ちになるしね。みんな必死に生きてるわけで、ね、まあだけじゃなくてこの子たちもね、そう人間もワンちゃんだ、その中で幸せを感じたりとかね、ストレスも感じることはあるだろうけど、でもストレスを感じないとやっぱ幸せは感じないし、そう幸せだけだったらねやっぱりね、ただ普通の日常になってしまうからね、まあそこら辺もうまくねこう上手にね僕らが誘導しながらさ、食べれるものはあんまりないかもしれないけど、そういう感じでね努力していきますので、ご安心ください、はい、頑張ります。みんな出してくださいちょっと説明のためにちょっと入れましたけど、みんないい子たちなんで元気なんでみんなでね頑張るしかない、みんなで頑張ろう、ね、いきちゃん頑張ろうそう頑張るね、みんな頑張ってるね、まるちゃん頑張ろう、そこに価値があると思うよ、それが幸せだよ、みんなで助け合うことがねやっぱ幸せだと思うよ、いいの他の家は他の家でそういいの、うちはうちでみんな幸せを感じられればいいの、うちはうちの幸せがある、それを作るのが僕らの力、あれだと思う、テクニック、それでいきましょう。まいちゃんね、リーダーこれやるかなは食べさせませんよ、これ高いんで高いからね、もっと食べられるものあるからもろにタンパク質食えるんだからいいじゃんまあね、アミノペプチドは本当にね、あれだからね、まあ、僕らのなんていうのかな、希望のまあ食品でもあるからね、本当にこれがまず 2,3 ヶ月をうまくいくことを祈って、まあダメだったらダメな時でもう考えるしかないからね、前を向いて生きていきましょう。その時考えていきましょう。いつも見てくれる皆さんに元気と癒しをお届けするよ。僕らと一緒に笑